ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 サウジアラビアグランプリ、角田裕樹とリカルドは仲直り。 RB チームは不評のチームオーダーを懲りずにやる。1日目フリー走行の話題です。サウジアラビアグランプリ1日目、フリー走行1回目と2回目が行われ、角田裕樹選手はフリー走行1回目が16番手、フリー走行2回目が11番手でした。角田選手は車のバランスはよく順調にセッティングを進めています。チームメイトのダニエル・リカルド選手はフリー走行1回目が12番手、フリー走行2回目が19番手でした。リカルド選手はフリー走行2回目のタイムが伸びず、トラフィックに引っかかったと説明しています。動画の後半では1日目の角田選手とリカルド、レースディレクターのアラン・パーメインのコメントを紹介します。先週のバーレーングランプリ決勝レースの終盤に RB チームメイトのダニエル・リカルドと口論になった角田裕樹選手は、レッドブルから今後の昇格を検討してもらうには車の中で感情をコントロールする必要があると認めています。ですがレッドブルのアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、チームオーダーはそもそも不必要なものだったと認めています。マルコはまた角田選手に同情を示し、角田選手に正しい戦略があれば10位で最終ポイントを獲得できたはずだと指摘しています。このチームオーダーはRB チーム自体は機会があれば今後もやっていくつもりなのかもしれませんが、外部から見ると総じて不評です。もちろんデータを見ればリカルドを先に行かせるのは理解できるとは言いますが、マルコはちゃんと角田選手の正しい戦略を実行していれば不要なチームオーダーだったと指摘し、またある評論家はポジションを返さないリカルドに失礼すぎると指摘しています。サウジアラビアグランプリの水曜日会見で、角田選手はこのチームオーダー問題についての質問に角田選手の考えを話しています。角田選手は57周中の52周目にハースのケビン・マグヌッセンと12番手を争っていましたが、チームはマグヌッセンをオーバーテイクするチャンスをリカルドに与えるため、リカルドを通すように求めました。角田選手はリカルドをパスさせた後、チェッカーフラッグ後のクールダウンラップでチームメイトに急接近させたように見えました。その後コースに復帰してリカルドとの接触はかろうじて避けられましたが、リカルドはチーム無線で罵声を浴びせていました。レース後リカルドはこの口論に未熟さがあったことを示唆し、チームはこの問題について話し合うためのミーティングを持ちました。あれから数日が経過して、角田選手はメディアからサウジアラビアグランプリを前にこの件についての見解を求められました。レース後にチーム全員で話し合った。僕たちはまだ団結している。今は同じページにいてお互いを理解している。本当にそれだけだと思う。角田選手はその反応がチームオーダーに対する不満を反映したものだったのかどうかについて次のように答えています。その瞬間はそうだった。でも最終的には彼らの言っていることが理解できた。結局簡単なレースではなかった。角田選手はさらに、なぜ RB がポイント加算のないポジション争いで入れ替えの必要性を感じたのかについて詳しく説明した。ダニエルとは違う戦略だったと思う。彼は新しいタイヤを履いていたし、ソフトタイヤを履いていた。僕はケビンとバトルしていたんだけど、明らかに彼の方がフリーエアが多かったし、ペースも速かった。おそらくチームはダニエルの方がペースがあり、ケビンをオーバーテイクするチャンスがあると考えたから、僕にポジションを交換するように言ったんだと思う。でも最終的にはおそらく1週か半週後に彼を抜かせた。結局チームは自分たちにもっとチャンスがあると思っていた。セルジオ・ペレスが今季限りでの契約延長に失敗した場合、
2025年にはレッドブルでのポジションが得られる可能性があるため、リカルドと角田はそのシートを狙っています。そのため角田はレッドブルレーシングの契約を望むのであれば、感情のコントロールに取り組む必要があると感じています。間違いなく改善しなければならない点だ。もしまた同じようなことを繰り返したら、もっと多くの問題が出てくるだろう。でもそれは僕が改善しなければならないことだと分かっているから、今取り組んでいるところだし、必ず改善するよ。例えば一歩だけでなく2歩以上が必要だ。それを改善できる自信はある。主にセルフコントロールに集中しているけど、それ以外はほとんど達成できているという自信があるし、改善し続けるだけだよ。ジッタで再びチームオーダーが出された場合、物事はよりスムーズに進むかどうかについて角田選手は次のように答えています。そうだね、 100%。 レッドブルのアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、チームオーダー問題は不必要なものだったと認めています。マルコはまた角田選手に同情を示し、角田選手に正しい戦略があれば10位で最終ポイントを獲得できたはずだと指摘しています。マルコはオーストリアの OE24 に、あの劇場は避けられたかもしれない、レース後に勇気と話したよ。適切な戦略があれば彼は10位でフィニッシュできたはずだと語っています。レーシングニュース365では、オランダのドライバーであるトム・コロネルが角田選手に同情し、リカルドに厳しい意見を述べています。それは明らかだ。リカルドはレース終盤に角田にポジションを返すべきだった。彼はポジションを奪った。彼があそこでやったことは失礼だ。マジで。マルコの言う通り、角田選手の戦略さえきちんと実行できていれば、不要なチームオーダーで、本来発生するはずもなかったチームオーダーで角田選手が叱られるというのはあまりにも気の毒ですね。マルコの避けられたチームオーダーという指摘の後に、角田選手のチームオーダーに対する反省をわざわざ公表するチームにすでに柔軟性というか何が問題なのか RB チームは本質的に理解しようとしていないのではないかと不安を感じますね。次は1日目のフリー走行2回目後の角田選手とリカルド。レースディレクターのアラン・パーメインのコメントです。角田裕樹 FP1 ベストラップ1分31秒036、順位16番手。 FP2 ベストラップ1分29秒666、順位11番手。今日は全体的にいい一日だった。今夜はまだ検討しなければならない部分がいくつかあるが、車のバランスは問題ない。今日の両プラクティスで集めたデータは重要で、明日に向けてより多くの時間を見つけることができるだろう。先週のバーレーンでは1000分の7秒差で Q3 進出を逃した。でもそのおかげでチームも僕自身もモチベーションを保って集中できている。今夜は微調整を行い、明日と土曜日のレースに向けてまとめていく。どうなるか見てみよう。ダニエル・リカルド FP1 ベストラップ1分30秒917、順位12番手。 FP2 ベストラップ1分30秒088、順位19番手。 FP2 は2分の1のセッションだった。ソフトコンパウンドの1セット目は競争力があったが、2セット目はかなり苦戦した。コースは良くなっていたし、みんな良くなっていたのに、僕はトラフィックに遭遇してタイムを伸ばすのに本当に苦労した。第2セットはちょっとしたミステリーがあったので、そこから学ぶべきことはあるが、第1セットを見る限りそれほど落胆する必要はない。今夜は仕事に戻り、どうすればまとめられるかを理解する。明日を考えると、今日の順位は非常に接近していたので、結果を予想するのは本当に難しい。
バーレーンとは路面もタイヤの挙動も違う。素晴らしいサーキットだから、明日の予選は楽しいセッションになると思うよ。アランパーメインレーシングディレクター、今日はまずまずの一日だった。明日の予選に備え、夕方の涼しいコンディションでソフトコンパウンドを2セット走らせたかったので、他のチームとは少し違ったプログラムを組んだ。ユウキが第2セッション終了時点で11番手だったのに対し、ダニエルは残念ながら FP2 の最速ラップでトラフィックに見舞われ、代表的なラップタイムを記録することができなかった。ソフトコンパウンドのタイヤでレース準備の作業を行い、たくさんのデータを分析することができた。明日の予選と土曜日の決勝に間に合うように、今夜はそのデータに目を通すつもりだ。 F1 サウジアラビアグランプリ、角田裕樹とリカルドは仲直り。 RB チームは不評のチームオーダーを懲りずにやる。1日目フリー走行の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。